こんばんは、 JPUG です。先日アリエクスプレスのセールで六角ネジ用ドライバーの認識用マーキングキャップを購入しました。本来の目的は電動ドライバーの六角ドライバービットの識別がしやすいように購入しました。しかしなんとこのキャップの穴サイズが六角ドライバービットの太さに合わず、このキャップを取り付けることができませんでした。そこで使わないのももったいないので、通常の六角ドライバーに取り付けることにしました。このキャップセットには 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 用と取り付け時に使用する極細の L 字六角レンチが付属しています。私は普段 OS スピード製の六角レンチドライバーを使用しています。 OS スピードの六角レンチドライバーのグリップにはサイズが目視できるように太い溝と細い溝が刻んであります。細い溝が 0.5mm、太い溝が 1mm を表しています。この動画の左端の六角レンチドライバーは細い溝が1つと太い溝が1つですので、合わせると 1.5mm であることが目視で確認できるように作られており、とても利便性が高いです。よって実際には今回付けようとしているキャップは不要ではありますが、未使用のままではもったいないですし、色で判別できるようにもなるので、この六角レンチドライバーに取り付けます。まずは 1.5mm の六角レンチドライバーに赤色のキャップを取り付けます。赤色には 1.5mm の文字が刻印されています。レンチドライバーのビット部にキャップを通します。キャップをビットの根元まで通したら、付属の極細六角レンチを使ってキャップのセットスクリューを締め込みます。これで取り付けは完了です。とても簡単ですね。同様に 2mm と 2.5mm にも取り付けます。 2mm は青色のキャップです。先ほどの手順と同じやり方で取り付けます。これで 2mm も取り付けができました。続いて 2.5mm も取り付けます。 2.5mm はオレンジのキャップです。こちらも同様の手順で取り付けます。なお私は 3mm の六角レンチドライバーは持っていませんので、 3mm のガンメタのキャップは使いません。2.5mm も取り付けが完了しました。これで私が保有している六角レンチドライバーへのキャップの取り付けが全て完了です。もともとグリップ部の溝でサイズを知ることは可能でしたが、色で識別可能になったことでさらに視認性は良くなったと思います。電動ドライバービットのために購入したキャップでしたが、この六角レンチドライバーに取り付けてみた結果としては視認性が増したこともあり、作業効率が上がった気がします。視認性のない六角レンチドライバーを使用されている方は、この認識用マーキングキャップを購入されてみてはいかがでしょうか。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。